こんにちは、ゆうかです。ついにこの日がやってきました。遡ること3ヶ月前、視聴者さんから明日から ZIP エアがやばいセールするからぜひ動画にしてくださいってコメントをいただいたんですよ。調べてみるとなんと数量限定 ZIP エアハワイ片道2万円航空券。いや、さすがの私もそんな嘘には騙されませんよと。どうせ予約しようとしたら10万円くらいになるんでしょうと思ってたんですけど、どうやらこのセール本当らしくて頑張って予約を取りました。ということで今回は ZIP エアに乗って片道2万円のハワイフライトを徹底調査していきたいと思います。それじゃあ行ってきます。ハワイ。ZIP エアは国際線しかなくて発着が成田空港のみなんですよ。なので今日は成田空港までやってきました。でもスカイライナーに乗ってきたんですけど、思ったよりも意外と近かったです。よかった。無事にチェックインできるかな。やっぱ ZIP エアだからジェットカウンターなのかな。ジェットあるのかな。探してみよう。まだマップとか見てないから合ってるか分かんないんだけどね。あった。19時10分発ホノルル行き。本当にあってよかった。お、チェックインカウンター見つけました。 Z じゃなくて C でしたね。 C でよかった。安いのに意外と近くて嬉しい。それじゃあ人も少ないのでサクッとチェックインしていきたいと思います。まずはこの機械でセルフチェックインするそうです。あ、やばい、ここからはちょっと個人情報まみれなので。チェックインと保安検査を通ってきました。私昔保安検査でコードレスアイロンを没収されたトラウマがあるからめっちゃビビってたんですけど、今回は何も奪われずに来れました。よかった。ZIP エアは25番ゲートなのでこっちの方面に向かっていきます。おー、空港といえばやっぱり歩道が歩く。あれ、逆か。お、25番ゲートが見えてきました。でも今日はそのまま行くんじゃなくてちょっとラウンジに寄っていこうかな。ラウンジ発見。ここはクレジットカードラウンジって呼ばれているとこで、クレジットカードを持っていれば誰でも入れるラウンジです。名前がちょっと難しくて読めないので下に書いておきます。ラウンジに来て早速いろいろメニューを頼んじゃいました。それじゃあまずはビールから乾杯。おいしい。そう、ここのラウンジはクレジットカードを持ってたら入れるんですけど、この間お母さんにそのクレジットカードを勧められて、めっちゃお得だから優香も作った方がいいよって言われて作ってみたんだよね。年会費は1万円かかっちゃうんだけど、年に3回こうやってラウンジがタダで使えて、アルコールだったり食べ物とか全部無料で食べれるんだよね。結構お得じゃないですか。でもやっぱりお得だから人も多くてちょっと賑やかです。無料とは思えない味。ここは目の前に窓があるので景色がすごく良くて飛行機がめっちゃ間近に見えるんですよ。それもね結構楽しいんだよね。ZIP エアは手荷物の持ち込みが7キロまで無料なんですよ。でもプレミアムパッケージとかつけると15キロまで枠を増やすことができます。LCC は運賃が安い代わりに基本的に何をするにしても追加料金取られちゃうんですよ。何でも課金です。まあその分運賃がめっちゃ安いからいいんですけどね。ZIP エアは JAL のグループなので
この辺に止まってる車とかも JAL の車が多くて、それは結構安心ですよね。お、荷物の積み込みしてる。ケータリングかな。たくさん積まれてく。やばい。いくら無料だとはいえ、ちょっと搭乗時間がやばいからそろそろ行かないと。全然食べてる場合じゃないかった。と搭乗ゲートに行ってきます。やばい。時間がない。急げ。ジップ。やばい、ガチでやばい。どこだ。やばい、これ完全にラウンジのせいだ。いや違う、私のせいだ。なんとか間に合いました。それでは覚悟を決めて7時間のフライト行ってきます。慌ただしい幕開けになってしまいましたが、いよいよ登場です。人生初のジップエア&ハワイ、ドキドキの瞬間です。機内に乗り込んでみると、意外とお客さんは少なめでした。今回お世話になる座席は47の A、奇跡的に窓側。落ち着く暇もなく飛行機が滑走路に向けて走り出しました。いやー、間に合ってよかった。勝利のガッツポーズ。ご覧ください。こちらの空席率、ご近所さん少なめで助かりました。徐々に飛行機が加速して視界が斜めになっていきます。離陸の時は鳥になった気分になれるので最高です。私も成田発の飛行機になりたい。無事にテイクオフしました。それじゃあ行ってきます日本。ハワイまで約7時間30分の空の旅。正直レビューをしっかり頑張って参りたいと思います。それにしても飛行機からの眺めは絶景ですね。離陸時の揺れなんてへっちゃらだぜの顔。それでは早速ですが、座席の紹介を始めていきたいと思います。ZIP-A は LCC なので、もちろん座席モニターはついておりません。その代わりタブレットホルダーが備わっていて、ここに携帯とかタブレットを装備することができます。これはグッドポイントですね。このボタンを押すと、スポットライトみたいな読書灯が点灯。あとは CA さんをお呼び出しするボタンがあります。タブレットホルダーの下には2段階に調整できるテーブルがあって、サイズは一般的な飛行機と同じくらいでした。機内販売は QR コードから注文できるみたい。コミュ障に優しいシステム。離陸してしばらくして CA さんから ZIP-Air 福袋をいただきました。中には柄の主張が強めなブランケットが1枚。他の航空会社では使いづらいデザインになっています。袋の中にはその他にもポンプ付きのネックピロー、これにももちろんロゴが入っております。使い方がいまいち分かってないんですが、試行錯誤もいい暇つぶしになりそうなので、ゆっくり楽しみたいと思います。袋にはまだまだ中身があります。これは多分スリッパかな？見た目的にはスリッパだけど、スリッパでしたね。モコモコな素材でかなり履き心地が良さそうです。長時間フライトの強い味方。そして飛行機のアメニティといえば安定の耳栓さん。これはあるのとないのだとだいぶ違いますよね。そしてアイマスクも入っていました。ペラペラな感じじゃなくて結構しっかりした作りなので、持って帰っても使えそうで得しました。以上、アメニティ紹介でした。なんとかネックピローを完成させました。
意外と簡単だったので3分くらいしか暇つぶせませんでしたね。そうです、私がネックピローマンです。なかなか乗り心地のいいジップ、想像してたよりも全然快適です。それでは次はリクライニングテスト。押し戻されないか緊張の瞬間です。お、大丈夫そうですね。角度も十分すぎるほど倒れてくれます。暗くて分かりづらいんですけど、ヘッドレストは上下に動かせるので自分に合った高さで楽に過ごすことができます。私はこのくらい、これならぐっすり寝られそうです。お次は機内販売もチェックしていきましょう。まず衝撃だったのは機内で無料 Wi-Fi を利用できるところ。正直革命です。アルコールはだいたい500円からで、チューハイやビール、ワインなど結構種類豊富で、お食事は辛ラーメンやどん兵衛などカップ麺がメインで売られていました。それ以外にはジップエアのグッズなんかも売られていたんですけど、ちょっと今日はご縁がなかったです。あと面白いなと思ったのがこちら、座席アップグレードと座席変更のメニュー。あっちゃー、これもご縁がなかったですね。7万円払える方はフルフラットシートで優雅に過ごせます。座席変更は意外とリーズナブルで1500円から購入できるみたいです。機内エンターテインメントには映画も用意されていて、こんな感じで外れなしの名作たちがサクサク見ることができました。個人的にはマリオがお気に入りです。座席前のコンセントから貴重な電力を拝借。 iPad からアクセスすればこんな感じでフライトマップを表示させておくこともできます。離陸から1時間経って現在地はこの辺りです。ここからあと6時間かけてハワイのホノルルまで頑張ります。飛行機がしばらくして CA さんが機内食とドリンクを持ってきてくれました。私が注文したのはスパイシーチキンライスです。それじゃあコーラゼロで乾杯。さすがにね、禁酒中なのでビールを我慢しました。いただきます。果たして機内食のお味はいかがでしょうか。なかなか美味しいです。テンション上がって誰かに電話してるわけじゃなくて、一応アロハポーズです。この飛行機は19時10分成田発で、現地到着が朝の7時なんですよ。ここまで早い到着の便は他になかったので、それがまずいいなって思いました。なので値段だけじゃなくて、できるだけ時間を有効活用したいよって方にもおすすめなフライトですね。機内 Wi-Fi は使ってみた感じ、LINE とか X は全然大丈夫そうで、YouTube とか TikTok は厳しい印象でした。でも国際線のエコノミーで Wi-Fi が無制限で無料ってかなり珍しいと思うので、とってもありがたいサービスだなって思いました。ごちそうさまでした。まだまだ夜は長いので、一旦仮眠を取りたいと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。なのかわかりませんが、空が明るくなってきました。景色がすっごく綺麗で感動。
私は使わないんですけど、化粧室もどんな感じかチェックしてみようと思います。中は一般的な飛行機と同じ感じで全然問題なさそうでしたね。至近距離からのイエイ。洗面台もちゃんとついていて、今のところ安さの理由が見当たりません。日本時間の午前1時、遠くの空がオレンジに染まってきました。飛行機からしか見れない絶景ですね。フライトマップで現在地を確認してみると、かなりハワイに近づいてきたことがわかります。あとだいたい1時間半で到着するみたいですね。ワクワクと同時に眠気がかなり襲ってきます。外が明るいので時間感覚がおかしくなってますが、とりあえずおはようございます。ちゃんと寝れるか心配だったけど、全然爆睡できたのでよかったです。今の時間は1時9分。ハワイ到着まであと1時間20分になって、だんだんドキドキしてきました。機内がかなり寒かったんですけど、もうすぐハワイで温まれるので、それまでの辛抱です。昨日紹介できなかったシートピッチはこんな感じで、LCC とは思えないほど広々しています。約79センチもあるみたいで、他の航空会社と比べても全然負けないくらい余裕なスペースがあります。機内販売の誘惑に負けて、あったかいお茶を注文してしまいました。でも300円で空のティータイムを楽しめるって思えば、意外と悪くないんじゃないかなって自分を納得させてます。しばらくすると飛行機の高度が下がってきて、いよいよ着陸態勢に入るみたいです。とっととお茶を片付けます。ついに窓からオアフ島が見えてきました。高度と反比例してテンションは上がり続けております。ただいま見えております景色はオアフ島西部のコーリナ周辺です。ここからは皆さんもご一緒にハワイの景色をお楽しみください。ただいまナビ LK 国際井上国際空港に着陸いたし、ただいまの時刻は午前1時30分。気温は摂氏25度でございます。通常のシートベルト着用の際が消えるので、シートベルトはそのままお締めください。本日も10ペアご利用くださいまして誠にありがとうございました。また皆様にお目にかかります日を機長をはじめ乗務一同心よりお待ちしております。ありがとうございました。アロハ本当にアロハって使えるんだ。びっくり。いっぱい使ってこう。使えるかな。ちょっとやめとこう。おお、ハワイ。テンション上がってきた。ハ
はい、ということで成田空港からジップエアに乗ってハワイに到着しました。ジップエアかなり空いてましたね。子連れが多かったので機内はとても賑やかでした。ジップエアは LCC ではあるんですけど、国内線の LCC よりもシートピッチが広くて、それはすごく快適で良かったです。あと CA さんもすごく優しく対応してくれて親切でした。そして今回かかった総額なんですけど、果たして本当に2万円でいけたのか。結果は総額3万7000円でした。まあ安いんですけどね、2万円ではなかったです。まあ私はちょっと預け荷物をつけたのと、あとは機内食とかアメニティとかが入ったプレミアムパッケージをつけちゃったんですよ。それが1万円ぐらいかかったのと、あと空港使用料とかいろんな税金だったり、あとあったかいお茶を買ったりして、もろもろ合わせて3万7000円かかっちゃいました。でも正直ハワイってもっとかかると思ってませんでしたか？私はもっとかかると思ってたんですけど、なんか意外とすごい遠い存在だなって思ったのがちょっと近い存在に感じました。ということで今日から数日間ハワイに滞在するので、ハワイマスター目指してみようかな。めっちゃ来たかったからすごい楽しみなんだよね。ハワイ動画もちょこちょこ出していく予定なので、またお楽しみに。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。バイバーイ。ハワイ。